それでは早速始めさせてもらいます。私、ダイヤモンドダイニンググループのグループ代表の松村敦久と申します。では早速始めさせてもらいます。これはええわ。どうぞ。ですね、我々ダイヤモンドダイニンググループは飲食業とアミューズメント事業と海外ウェディング事業を展開する東証一部上場会社です。こう見ても私、東証一部上場会社の社長です。そしてグループ従業員約5000人、全店舗数277店舗、そして山手線主要駅に192店舗を出店しており、山手線線で192店舗ありまして、これは外食企業で最多であると思います。そして六本木ヒルズにお勤めの皆様に六本木アート10番主演なる13店舗をご紹介します。まずはわら焼きは、私は高知県出身になりますので、高知の名物料理、わら焼き、カツオのわら焼きですね。めちゃめちゃおいしいです。そして、六本木今井屋本店、焼き鳥屋ですね。これはミッドタウンの目の前にあります。そして、マイモン、これはまた、これは今原坂の入り口にあります。そして、1967、これは私、1967年生まれで、私と Z の稲本健一というのと、大地真央さんの旦那さんの、森田康道というデザイナーがいまして、3人で作った店、3人とも1967年生まれなので、1967です。ここの店の特徴は、シャンパンがとにかく出ると。席に着いたらもうシャンパンクーラーそのまま置いてありまして、このシャンパンを突き刺してますので、勝手にシャンパンがもう開いちゃいます。桃江が1ヶ月でですね、800本以上出たことがあります。非常にシャンパンが出ます。そして、パブリック6ですね。1967の目の前にあるスポーツバーです。新しい感覚のスポーツバーです。そして、カーペット東京です。めちゃめちゃお金かかっています。実はパブリック6の目の前に、上に2階にある店で、もう絨毯がめちゃめちゃお金かかっていて、相当バブルの店です。そして、焼鳥シノです。これは会員制の店でですね、日本で一番高い焼き鳥屋です。上司に連れてってもらってください。そして同じくこれも会員制の店で、僕の生まれの高知県土佐の土佐料理は桂浜です。そして横にアンダーっていう店、これもね会員制のバーになります。そして駅前にはホテルがあるんですけど、本劇の近くにそこにビア業態、グラスダンスっていうのをやっております。そしてザ・ステーキ六本木、これはステーキ屋さんです。そしてあとはですね、アミューズメント部門、バグース、ビリヤードとかダーツとか卓球とかゴルフシミュレーションとかさまざまな大人の遊びがあります。結構行ったらハマります。そして同じビルの上にですね、サイバーカフェということで、言ってみればインターネットカフェですね。漫画喫茶です。やっております。そして、それでは本日の講演のテーマを発表いたします。私、松村は今回の講演にあたり、Google が掲げる10の事実を読み、感銘を受け、自分のビジネスとの親和性を考えました。そのタイトルは、松村哲が掲げる10の事実です。笑ってくれてますね。ユーザーに焦点を絞れば他のものは皆後からついてくる。フォーカスオンザユーザー、エンドオール、エルス、ウェルフォロー。常にユーザー、お客様目線。企業理念は我々は創業時、お客様関係でした。相通じますね。ユーザーは来店するお客様をどう喚起させるか。会社都合ではなく、お客様目線で喚起させる。出店戦略においても、まず物件、マーケットに必要な業態を勘案し出店しました。自分たちがやりたい業態からユーザーが望む業態を100店舗100業態、1店舗1店舗ごとの業態が違う100店舗100業態を達成しました。そしてユーザー目線の取り組みとしまして DD マイル、予約をすると予約したお客様に例えば10人で予約する10人の10人分のマイルがその換算にたまります。それとかコールセンターですね。店
店舗で予約が取れない時間のユーザー対応を本社に設置しております。はい、そして2番目ですね。一つのことをとことん極めてうまくやるのが1番。It's best to do one thing really well。得意なものこそ強化をすると。自分たちに何ができるかもっとうまくやるには、会社が小さい頃から広報、宣伝担当、デザイナーを内製化し、当時の外食業界では異例の内製化をしました。各ジャンルのスペシャリスト、財務、経営企画、店舗開発を採用育成。結果、ダイヤモンドダイニングのデザインチームはすごい、広報チームはすごいとなり、業界で影響力がつきました。はい、それでですね、僕たちは別にデザイン会社じゃないんですけど、2005年第20回全日本 DM 大賞金賞を受賞しました。普通はデザイン会社がね取るんですけど、箱をつけるとに外食の一会社が取っちゃったんで大騒ぎになりました。はい、そしてあとはサービス部門強化です。我々の会社はですね、10年ぐらい前はですね、店が派手なだけでサービスが悪いしまずいしとよく言われました。その一個を払拭するために S1 グランプリ、サービスグランプリですね、 S1 グランプリっていうのに今参加してまして、見事優勝しました。今年は3月15日にあるんですが、東京のファイナリスト2つと大阪のファイナリスト1つ、3つともうちが独占しています。で結構切られてます。だから、はい、強すぎるのもあれですね、やっぱり日本人反感びいきはやっぱり反感びいきなんで、やっぱり強すぎるのもあれです。そして遅いより早い方がいい。Fast is better than slow。スピードかける成功角度、これが僕は成長だと思っています。我々は業態開発と M&A 戦略を取ってきました。なかなかですね、一個一個店を作るってやっぱり大変なんですよね。本当に なおかつ一個一個全部違う店を作ってましたから、本当に大変で、M&A で時間を買うというか、店も改装するんですが、M&A で時間を買う戦略も取っております。はい。まあこれくらい M&A をしております。小さいのから大きいのから。はい。で僕は外食に関しては300億円限界説があると思っています。300億円に近づいた瞬間に失速します。例えばここに名前挙げたら怒られるかもしれないですけど、こういう会社がですね、これ以上のいろんな会社が300億円に近づいた瞬間に失速します。理由としては、社長の管理出馬性能がなくなったり、ブランドの陳腐化、成功体験に取られすぎてもう新しいことできない、変化に対応ができない、イノベーション不足ですね。あるうちの社員が言ってました。イノベーションするには3つのことが必要だと。一つは、若者、よそ者、バカ者、この3つがいると。若者は新卒で採用できると。よそ者は中途採用で採用できると。バカ者は社長がいるから大丈夫ですねと。うるせえって言ったんですけど、まあ、その3つが重ねて初めてイノベーションができるみたいです。そして M&A は有効な成長戦略と考えました。我々もね、このことを300億円限界説と言ってたら、自分たちも震災の後にすっぽりそこに入っちゃって5年間ぐらいもがき苦しんでました。そのためにはもうこういった感じで、成長はスピードかける成功角度、もう再生能力を磨いて優秀な人材を確保して、有料立地戦略、経営判断の場面が多い、決断力がつく、化学反応に期待ができる、まあ本当に成長しかないと思っています。説明ですね。ウェブでも民主主義が機能するデモクラシー・オン・ザ・ウェブ・ワークス。企業成長に女子力が絶対必要です。我々ダイヤモンドダイニングの女子の比率とかこんな感じですね。本社女性管理職比率 42%、本社女性比率 43%、新卒女性比率 55% です。女性が多いです。なおかつこれガーウーマンっていうんですけど、社内法の女性版ですね。前にいる酒井、僕の秘書なんですけどが表紙になっています。そして僕は男性社員にめちゃ怒ります。
でも女性社員には絶対起こりません。社員あると理由はなぜだか分かりますか？簡単です。これです。ただこれだけです。楽しい社会生活を送りたいんで、女性に怒られないようにしてます。そして情を探したくなるのはパソコンの前にいる時ではない。You don't need to be at your desk to need an answer。やっぱり100件の時が大切です。焼肉が作りたかったら焼肉100件を除けば見に行けばまず失敗しないです。100件見ればいいところを取り入れる、悪いところを真似しない。これをやればもう絶対的に失敗しないです。100件の時いいお言葉です。そしてクリエイティブは目からいろんなものを見とかないと何も生まれません。本当にですね、いろんなところに旅行行けたりしたらいいんですけど、なかなかやっぱりその時間もお金もないと思います。だったら外食で言えばいろんな看板を見たり、いろんな店に行ったり、いろんなロゴを見たり、他の会社のメニューブック見たり、あとは映画を見たり、本を読んだり、雑誌を見たり、とにかく目からいろんなものを入れると、見て見まくる、ビジュアルのシャワーを浴びるというのが一番大事です。でやっぱり店名とかも非常に大事なんで、もう最近は少なくなりましたけど、時間が空いたらすぐですね、本屋行ったりとか DVD のレンタル伝えに行ってね、レンタルビデオ見てタイトルずっと見ていって頭の中にそういうね言葉を入れていったりしてました。はい、そして悪事を働かなくてもお金を稼げる。You can make money without doing evil。外食産業は極めて利益率の低い産業です。健康で安全な食材、さらに安く提供する高座のサービスを求められる。お客様からのクレームも多いですね。やっぱり下に怒られて、部下に文句を言われて、お客様に怒られて、上司から怒られる。やってて本当大変です。どんな仕事も大変ですけど、だから僕はもう生まれ変わったら外食業はやらないです。これもうはっきり宣言します。Google に入ります。はい。そして世の中にまだまだ情報があふれている。There's always more information out there。情報のシャワーを浴びろ。はい。もう本当ですね。インプット。さっきのクレジット目からと通じるんですけど、とにかくいろんなものを入れていかないと置いてかれます。本当にスマホができたおかげで仕事が半分以上減るんじゃないかと僕は思ってます。でもね、なんとこれはですね、グランサイバーカフェですね。かっこいいです。最近の漫画喫茶こんな感じです。かっこいいです。で情報収集していかないと本当についていけなくなりますし、何ですかね、ちょっと次行ってみて。これから違うからもう一個戻って。そうですね。情報収集してインプット。本当にね情報収集するしかないと思ってます。そしたら引き出しがあるんで、いろんなことが起こった時に対応できる。なかなかやっぱりね、経験はなかなか本当にお金には変えられないんで、本当にいろんなことを見てインプットするしかない。だからクリエイティブは目からですけど、知識はやっぱり本を読まなきゃいけない。でなんですかね、昨日か一昨日ぐらいニュースに出てましたけど、皆さん本を読まないらしいですね。全然。もう本当に半分以上の方が本を読まないと。ね、もうだからその時間何してるとスマホいじってるらしいです。本を読まないで。僕もですね、ある時本が大好きなんですよ。僕もいいこと考えました。時間がないんで本を読んでる。なかなかだからね、うちの会社にすごい本が好きな人がいるんですよ。あだ名図書館って言うんですよね。その彼に読まさせて要点だけを聞いてます。大体これで OK です。これ頭いいやり方じゃないですか。その彼に本を渡して要点だけ頭に教えてくれと。その彼は本を読むの大好きですから。でそれで聞いてます。はい。そして情報のニーズはすべての国境を超える。The need for information crossing all borders。海外戦略について、ハワイから仕掛けています。ハワイの一番の外食企業を目指すために、まずハワイにはそんなにね、飲食店はそんなにいっぱい多くありません。飲食企業はあんまり行ってません。なかなかね、
日本とやっぱり言語が違いますし、言語っていうかね、文化が違うんでなかなか厳しいです。やっぱり理科免許が下りなかったり、今ビザの問題もあります。非常に厳しいです。そして我々の店のですね、ハワイの社長がですね、ハワイで一番生きてる日本人社長に選ばれ、2年連続選ばれています。桜井秀です。日本人みたいな顔してる、日本人ですけど頭の中もアメリカ人です、完全に。そしてでさっき言った Z の2の時に僕と同じ年ですねを中心にハワイからアメリカ本土をやっていく予定です。そしてスーツがなくても真剣に仕事ができる。You can be serious without suits。社員への信頼ですね。私はですね、いい言い方で言えば大胆な権限移譲してます。悪い言い方で言えば投げっぱなしです。こうします。自主性積極性のを出すために従業員の3つの約束、お客様関係、ホームスプと外さない、適正利益を守る、この3つさえ守ればほとんど何をやってもいいと言っています。好きなメニューを作ったり、好きな音楽かけたり、好きな料理値段つけたり、好きな営業時間にしたり、その代わりね、ちゃんとこの3つを守らなきゃいけない。この3つを守れば何してもいいと言っています。相当自由です。そしてこう見ると私業界人の発祥にしたと言われています。だからってことですよね。笑っちゃってください。ホットスタイルっていうのに出たっていうだけで、はい。そして別室ムックなんだ。そして素晴らしいでは足りない。Great just isn't good enough。現状に満足しないことが原動力です。もう人間はですね、満足した瞬間にもう全てが止まりますんで、もう走り続けなきゃいけないと思います。常に高い目標を持って業界のリーディングカンパニーを目指すことが大事だと思います。本当にですね、ここでいいやと思った瞬間にもうね、もう全てがもうね、もう置いてかれるっていうか、もう終わりを待つだけになりますので、とにかく走り続けなきゃいけない。特に飲食業は先を走ってでも勝てないですよね。IT の場合だと先を走ったら勝てるっていうか、先もうボーッといっちゃえばなかなか追いつけないです次は。でも飲食の場合は皿一枚の勝負ですから、そこは一銭億の店舗だろうが、ね、1日1万しか売ってない店だろうが、勝負は関係ないですから、だから大変です。非常に大変です。そして私はサプライズで何よりも大切にしてます。全てがサプライズで動いていると思います。お客様を驚かすことが大好きです。はい。でもう一度言って、そうですね。私は地元に高知県なんで、よさこい祭りっていうのをやっておりまして、このチームを持ってます。うちの女子社員が中心になってやってます。ちょっと映像あるのかな。毎年出てもう3回目で、今年4回目になります。今年こそ大賞を取りたいと思っています。そして外食経営者550人集める忘年会を毎年実施しています。外食経営者わがままなんて結構大変です。はい、まとめるのは大変です。そして誕生パーティーを大体年間30本ぐらい主催しています。そしてこういうことやったり、一応もう一回言っておきます。東証一部上場会社社長です。はい、そして光源氏やったりとか、スパイダーマンやったりとか、
ベートーベンですね。ベートーベン見たことないんで分かんないんですけど、僕は想像の世界でベートーベンで。ベートーベンですね。これもベートーベンですね。いろいろあるんだ。これベートーベンです。そしてラスムレラお約束ですね。これ結構やったな。で外食スター・ウォーズです。あんまり良さがなかったんで、僕金色の僕なんですけどこれが C3PO ふざけてますよね。そしてピコ太郎はそうですね、もうすぐやらなきゃいけないと思って日本全国探したら大阪の心斎橋の東京ハンズに残り1着だけやって、それを押さえてもらって大阪から持ってきてもらいました。そしてもうピコ太郎ですね。メニューグランプリでは世界の終わりを世界のおさわりといって全員社員です。僕以外。僕が紫の髪の毛してるのが僕で、あとは社員です。そしてきっかけにコンプレックスやったりとか、友達のバースデーに呼ばれまして、バンドやってくれて、バンド持ってもねエアバンドでできるよということでエアバンドで参加しました。ちゃんとしっかりしたライブハウスだったんで、結構バンド感出てると思います。まあこんなんから、そして最近はこれ分かるかね、分かりますかね。サンシャイン斉藤さんっていうすごいかっこいいイケメン俳優がガキの使いあらへんでやってたやつ、それをパクってやってます。そして書家もやってるんですよ。字を書いてかけちゃって相当これやってます。はい、ちょっと見てください。会社の会議室です。初撮りですね。今年の正月に一発書きで、まあまあうまいと思います。そしてもちろん我々はサプライズを何よりも大切にしています。素晴らしいだけでは足りません。サプライズがナンバーワンだと思っています。そして最後に皆様に、私の好きな言葉を送ります。僕の一番好きな言葉はですね、ロケットは飛行機の延長線上にできたわけではない。月に行きたいという熱い思いがロケットを作りました。ロケットは飛行機の延長線上でできたわけではない。月に行きたいという熱い思いがロケットを作りました。皆さんのあなたの月は何でしょうか。僕はこれを考えながらいつも仕事をしております。はい。私松原とは木本いつも Google 社員です。最後にご清聴ありがとうございました。